皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。いや、もう4月ですね。本当に早すぎる。時間が経つのが本当に早くて、もう2025年の4分の1が過ぎたところまで来ましたが、皆さんは元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本の新卒一括採用です。ちょっと聞きなじみのない言葉かもしれませんが、これは大学を卒業したばかりの人たちを雇う制度です。今このテーマでお話ししたいのも理由があって、それは4月1日は日本の多くの企業で新入社員が一斉に仕事を始める日だからです。日本の新年度、新しい1年が始まる日、学校とか会社とか、その1年が始まるのは4月になります。なので4月1日は大学を卒業したばかりの人が一斉に働き始める日になります。この制度に馴染みのない方にとってはちょっとまだ何を言っているかわからないという感じかもしれませんが、今回は新卒一括採用という仕組みだったり、学生目線の就職活動の流れについてお話ししていこうと思います。まず、新卒一括採用とは、日本では大学を卒業する学生を一斉に採用する仕組みがあります。大学は基本3月に卒業するんですが、その翌月、4月に社会人になった人たちが一斉に働き始めます。この大学卒業予定の、生徒たちを採用する仕組みを新卒一括採用と言います。これは企業と学生が同時に、採用活動だったり就職活動を行うことです。そして学生は大学の卒業前に、もう早い人だったら大学卒業の1年ぐらい前に内定をもらっていて、どこで働き始めますっていうそういう契約書みたいなそういったのがあって、大学を卒業した次の月4月1日から働き始めるということになります。アメリカだったりヨーロッパなど多くの国では個人で企業の説明会に行ったり、募集中かそういったのを毎回確認して応募したりとか、就職活動する期間があって、学生も企業もみんな一斉にそれに向けて動いているっていう期間はないかなと思います。でも日本ではそうなんですよね。一斉に、始まります。これはあくまでも大学を卒業予定の学生に向けての制度で、今すでに働いていて転職したいなっていう場合は、もう皆さんと同じようにというか、普通に一般的にたどるルートを自分で転職サイトに登録してみて、いろんな仕事に応募してみて、面接受けて受かったら前の会社退職して、で次の会社で働き始めるみたいな、こういったのが一般的な流れかと思うんですが、初めて社会人として仕事を始める場合はちょっと日本独特の特有の制度があります。ではこの制度はどういった流れで始まってどういった流れで終わるのかっていうのをご説明していこうと思います。日本で大学生をしていて就職活動に参加したいっていう場合は、だいたい大学の3年生から始まるかなと思います。大学3年生の夏頃にインターンシップ、企業で、働いてみるインターンシップっていうのに参加する学生が多いかなと思います。インターンシップに参加することで実際どういった内容の仕事をしているのかとか、今後一緒に働くかもしれない人といろんな交流をすることができるので、このインターンシップに参加する学生が多いかなと思います。なんですけど、このインターンシップっていうのは1日2日の職業体験みたいな場合とか、1週間の、体験型インターンシップみたいなのも多いかと思います。実際に
その雇われて数ヶ月、半年、1年間給料をもらいながらやっていくっていうのももちろんあるんですけど、そっちはまだ少数派かなと思います。そしてこのインターンシップに参加したり、またはその実際働く体験はしなくても企業の説明会に参加したりっていうのも大学3年の夏頃にやる方が多いかなと思います。いろんな大きい就職活動のイベントがあったり、そういったところに一斉に、いくつもの企業が集まったりするので、そこに行っていろんな説明を聞いたり、自分将来何をしたいかなみたいな、この企業はどんなことをしてるのかな、どんな学生が欲しいのかなみたいな、いろいろマッチするかどうか探すっていう感じかなと思います。だいたい大学の3月までなので2月の終わり頃までにいろいろ企業の説明会に行ったりとか、なんか自分が何したいかなみたいなのを考えてインターンを経験したりとか、そういったのを大学3年生の3月ぐらいまでに終わらせます。そして、大学3年生の3月1日に企業がエントリーシート受付を開始します。どういうことかっていうと、この企業で働きたいっていうその学生は3月1日からエントリーシート、履歴書、そういったものを企業に提出していきます。10社とか20社とかもっと多い場合もあると思うんですけど、エントリーシートを提出して面接を受けたいですっていう希望を出します。そしてその後4月、5月、6月とかこの頃に企業が面接を開始してどの人を採用するかっていうのを決めていきます。なので大学4年生の6月、7月とか8月以降に内定がもらえるっていう学生が多いかなと思います。内定っていうのは企業側からあなたを採用しますっていう、そう言われることです。早い学生だと5月とかにもう内定をもらっているっていう学生もいると思うんですけど、遅い場合だと9月とか10月頃に内定をもらうっていう学生もいると思います。これは企業とかいつ面接をするか、何回面接があるかによって様々になります。私の友達でもこの流れに沿って就活をしていた方は5月頃に採用が決まっていた、内定をもらっていたっていう学生もいますし、7月とか8月ぐらいになって内定をもらったっていう人もいるので、これは人それぞれかなと思います。そして大学4年の秋から冬頃ですね、10月とかそれ以降ぐらいに内定式というものがあります。これは全ての企業であるわけではなく、大企業とか大きめの会社がやることかなって思うんですけど、来年の4月から働き始めるっていうその新社会人の人、新卒の人を集めたなんか式、あなたたちは私たちの会社に入社します、これから頑張ってねみたいな式があったり、あとは一緒に働き始める人とそこで会うので、ちょっと仲を深めて仕事のなんて言うんですかね、チームワークを強めるみたいな、そういったことのために内定式が行われます。そして大学を3月で卒業して、翌月4月1日からみんな一斉に働き始めます。で、この4月1日っていうのは入社式っていうのがあります。これも大企業とか大きめの会社でよくあることなんですけど、今日からあなたたちは私たちの社員です。入社おめでとうございます。一緒に頑張って働きましょうみたいな感じのなんかスピーチを社長がしていたり、いろんな会社の説明があったりとか、私はこういうのに参加したことがないのでわからないですが、なんかそういう入社式の様子を4月1日はテレビで放送されていたりします。ニュースで報道されていたりします。これが就職活動が始まって実際に入社するまでの一連の流れかなと思います。大体はこんな感じです。このように日本では1年から2年ぐらい前から就職活動が始まって、4月1日に一斉に入社するっていうのが一般的です。じゃあこんな制度があるってことは、いい面もたくさんあるかなと思います。メリットとデメリット、どちらもちょっとずつお話ししていこうかなと思います。まずは企業側のメリットなんですが、
これもいろいろあると思うんですけど、よく言われていること、そして私が、ちょっと検索してみて出てきたことは、優秀な学生を確保しやすいということです。ほとんどの学生が一斉に就職活動をするので、その応募が1人しか来ない、10人しか来ない間の中から1人選ぶとかじゃなくて、もう何百人とか何千人っていう応募があると思うんですけど、特に大きい会社だとその中から選ぶことができるので、会社側からしたらそのいろんな人を見て一番いい人材を選ぶことができるので、優秀な学生を確保しやすいっていうのは一つかなと思います。そして企業側のメリットもう一つは、一斉に採用するので一括で研修ができるっていうことが挙げられます。日本のこの新卒採用っていうのは、その何かスキルがすでにあって、はい明日からじゃあもうこの業務いきなりやってくださいっていうよりかは、ゼロから始める、企業側がその教育してくれる、研修してくれることが前提です。で、企業もそれを提供することでいろんなやる気のある学生を採用することができるし、一斉に採用することでバラバラにいろんな時になんかちょっとずつ研修をしたり教育をするんじゃなくて、一斉に例えば最初の6月まで数ヶ月で一気にこの研修をして教育をすることによって、費用的にも教育コストが抑えられるっていうのがあります。あと、同期っていうんですけど、同じ時期から働き始める人、4月1日に同じ年に入社した人、その人たちのそのチーム力というか仲間感、そういったチーム力が絆が生まれるので、チームワークが向上するっていうのもあるみたいです。いろんな時にバラバラに入社していたら、なんか自分一人、自分が一番下っ端、何をしていいかわからないみたいな状態があることもあるかと思うんですが、みんなで一緒に入社することによって自分が一人じゃないっていう感覚、みんなと一緒に成長していく、一緒に頑張って働いていくっていう気持ちが出てくるかなと思います。これもいいことなのかなと思います。そして学生側のメリットもあって、ポテンシャル採用です。これは元からそのスキルがあります、プログラミングできますとか、こういうことを今までしてきましたっていう実績がなくても採用してもらえます。もちろん大学で学んだこととか、大学生時代に何をやってきたか、今までやってきたことの実績も大事なんですけど、でももっとそれ以上になんか今後どうしていきたいか、今のやる気とか、今まで学んできたことをどうつなげていくかの方が大事になります。だからその学校で大学で学んでいたことと全然違うことを仕事ではやりたいってなっても、面接の仕様によっては全然受かる可能性もあります。なので学生はこの新卒採用っていう制度があるおかげで、自分の本当にやりたいことに挑戦できたり、全然違う分野に挑戦できたり、またはその今の時点では全く実績がないけれどもこれから頑張りますっていうやる気、ポテンシャルで採用してもらえるので、学生にとったらめちゃめちゃいい制度かなと思います。ですがやはりメリットだけではなくデメリットもあります。デメリット一つ目は、内定自体や企業と学生側のミスマッチが起こりやすいということです。先ほども言ったように、学生はもういくつもの会社を受けて内定ももらって、その中から選ぶ。だからこそ企業はこの学生採用したいって思っても断られる可能性は全然あります。なので企業はそのいつまでに返事くださいみたいな、なんていうんですかね、その締め切り、採用するけどあなたうちの会社で働きたいですか？働きたい場合はこの日までに返事をくださいみたいなのがあります。なので企業も断られるかもしれないっていうのが前提にあります。なので例えば今年10人採用したい、だから10人に内定を出したってなっても全然断られて7人しか入社しなかったみたいなこともあるかもしれません。こういったそのミスマッチっていうのも起こりやすいかなと思います。
とは実績がないポテンシャルで採用する場合も多いと思うので、その実際に働くまでこの学生はどういう、働き方をするのかとか、何が得意で何が苦手でっていうのがわからない部分も多いかと思うので、そういったミスマッチもあるかなと思います。あとはやっぱり最近の変化としては、この新卒採用をやめるっていう企業も出てきています。新卒採用ではなく通年採用、いつでも採用するというか、ポジションが空き次第採用するみたいな形になってきている企業もあります。では私がどういう就職活動を今まで経験したのかっていうことなんですが、いろいろ私の体験をお話しできればよかったんですけど、この日本の伝統的な流れ、新卒の採用のこの制度には全く沿っていませんでした。私は大学を卒業して日本に帰ってきてからリンクトインで仕事を探しました。これはめちゃめちゃ珍しい方かなと思います。転職活動をする場合は日本でもリンクトインを使う方もたまにいるかなと思うんですけど、若い人っていうよりかはやっぱりもっと実績を積んだ、ちゃんとスキルもあって経歴もあってっていう方が多く使ってるっていう印象です。日本では学生時代からリンクトイン使ってるっていうのはほとんど聞かない気がします。少なくとも私の友達で使ってるっていうのはあまり聞かないです。なので私の個人的な体験としては、こんな面接したよ、何十社応募したよっていうのはなくて、どんな説明会があったよみたいなそういう経験も全然なくて、あんまり参考にならないかもしれませんが、日本の制度としては大学生3年生ぐらいから就職活動が始まって、大学を卒業したらみんな一斉に働き始めるっていう制度があります。今回は日本の新卒採用システムについてお話ししました。日本特有の新卒一括採用制度っていうのを少しは理解してもらえたかなと思います。学生にとったらやっぱこのシステムがあるっていうのはめちゃめちゃいいことかなって思います。このせいで結構もうストレスめちゃめちゃ溜まるっていうこともあるかと思うんですけど、システムっていうか制度が整っているからこそ、個人個人で個々でこの企業は募集してるかなとかいろいろ探すよりかは、一斉に応募もできるし、面接もその短期間で終わらせることができるので、いいんではないかなと思います。ですがやっぱり最近ではその新卒採用をやめるっていう会社も増えてるし、ポテンシャルっていうよりかはやっぱりスキルがあった方がいいよねっていう、学生時代にどれだけそのスキルを身につけたかっていう、こっちも重視されてきてはいるので、時代の流れ、変化はあるのかなと思います。皆さんの国だったり、皆さんが実際経験した就職活動、どうやって応募するかとか、あとは働いてて人を採用する側だったらどういう流れがあるのか、日本とは全然違うなとか思ったら、皆さんの体験もぜひコメントでシェアしていただければなと思います。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。